皆さんこんにちは。土着園芸の鈴木です。こちらの水槽ですね、4月の中頃だったと思うんですけど、日本の水草18品種ですね入れて作り直した水槽、今現在の様子をですね、ご紹介させていただきたいと思っております。こちらの水槽なんですけどね、水中のカメラを使いながら、ご紹介させていただきたいと思います。こちらです。まずね、上の感じから見ていきましょう。これがですね、千人門ですね。はい。これね、よく成長してくれていますよね。で、その隣のちょっと低めのやつが酢豚、ブリクサですね。はい。で、その奥ちょっと赤っぽく見えているのが、これが水雪の下、はい、オバリスですね。ルドビジアオバリス。で、水わらびがですね。このトゲトゲとした感じのやつが水わらびですね。面白いですよね、この形。いい感じで育ってくれていまして、でね、ここの多分ね、菊も見失ってたんですけど、このブリクサの酢豚の間に挟まれてるちょっと黄緑色っぽいの、これがですね、菊もですね。はい。でこっちが水杉菜。むっちゃ繊細な感じの綺麗な葉っぱが出てますね。で、これがね、関所毛か。関所毛がちょっとね、少なかったかな、植えた量が。あんまりいい感じで育ってないというか、これからいくらでも育ってくると思うんですけどね。で、ここにあるのがコウホネですね。コウホネも水中葉がすごく綺麗で、その隣が松葉ですね。松葉もね、なんかいつになく綺麗に育っててね、びっくりですよ。で、この辺からトンボがいるんですよ。ここすごいですね。なんかもう早々と孵化したのかな、孵化。で、あと奥に見えるのが細葉うなぎつかみ。このちょっと変わった形のやつ、これも案外いい感じで育ってて、このトンボが捕まってるのが匂い勝負ですね。5月の5日にお風呂にするやつですね。はい。香りのするやつで、この辺結構冒険気味でしたけど、やっぱ安定してちょっとこの深さでですね、でも問題なく育ってる感じがします。で、かなり超冒険だったこの、みそはぎがね、案外今んとこ綺麗ですよ。みそはぎこれ、今後どうなるのか結構気になりますけど、だいぶ伸びたんですかね。育ってきた感じがどうなるのか分かんないですけど、その奥に見えてるのが半夏生ですね。半夏生も無難な育ち方してますね。で、こっからが販売している人のために見えないですね。上からはここから見ましょうかね。はい。こっちがですね、柳もですね。はい。柳も割とこれも綺麗に育ってくれててすごいな。で、これが広葉のエビもですね。で、これ立ちもです。はい。どれもなんかみんないい感じで育ってくれてますよ。これ横から見た時のミサギ。黒もがここにちょっと低いですね。黒も結構こう光があると真上に伸びるんじゃなしに横に伸びようとしてますね。これ横から見た感じもいいですね。松葉にこうね、菊も、これがブリクサもね、ちょっとこう上痛みでちょっと葉っぱが短くなっちゃったような気もするけど、今だんだんまたね綺麗に育ってますね。で、こう横に伸びようとしてる感じが見受けられますね。エビさんにかなり壊れちゃったのかなと思ってたけど、そういうわけではなくて、こう上痛みだったのかもしれないですね。なんかこう花なのかよくわかんないけど何か出てきています。光がね十分だから横に伸びていこうとしてる感じがしますね。はい。じゃあこれから、水中に入っていきましょうか。久々の GoPro の登場です。入りますね。はい。トプーン。まずはこれが千人もですね。元気に育ってくれてますね。エビちゃんがいますね。
から隣に見えてきているのがこう短いツンツンとしたやつがブリクサ、酢豚ですね。あ、ここにもエビさんが2人。はい。でその奥にねちょっと白っぽくってなおかつ先が赤くなっているのが水雪の下の、ルドビジアオバリスになります。はい、結構ねみんなね元気よく綺麗に育っててねすごくいいですよね。で手前にちょっとだけ映ってるのがこれがねキクモですね。はい、ちょっと黄緑色に映ってるのがで手前のツンツンしたのは同じく酢豚です。でこれがね水杉菜です。これもねなんかすごく繊細な葉っぱがね可愛らしい姿というんですかね、もう綺麗ですよね。これがね肥料不足で黄緑色なのかこういう色なのかちょっとね私ちょっと今のところわからないんですけどね。はい、すごく綺麗で私のお気に入りの一つですね。でその隣にちょっとだけ映ったのが関翔馬ですね。あ、でこれがね水わらびですね。こうなんかこうちょっと不思議な形してるのがね面白いなと思うんですけど、まだまだこう水中が育つ。あ、でこれがね甲骨ですね。甲骨の水中も綺麗で、あとこれが松梅、松梅もねなんかいつになく元気よく育ってくれてる感じがしてね。はい。でその奥に映ってるこれがね匂い勝負ですね。はい。なんか結構深いところに沈めちゃって大丈夫かなと思ったけど元気そうです。で下から見上げるこれがトンボさん。はい。早々とねもうこんなとこで浮かしてびっくりですよね。はい、結構ねメダカの天敵としてヤゴのことを警戒される方がいらっしゃるんですけど、私はですねそんなに気にしてなくってですね、小さめのヤゴだったらスネールなんか食べて生きてくれててメダカさんがこうね食われることはあんまりないような気がするんですけど、ただ大きいねヤゴとかになってくるとちょっとまた変わってくると思いますので、一応気をつけといた方がいいかなとは思うんですけど、鈴木はですねこのビオトープの一員だと考えてまして、ヤゴが少々置いてもそのまま放置してることの方が多いですね。はい、過去にね動画もね上げてメダカがいるところにヤゴを入れてですね、ヤゴが羽化するまでこう見守ったことがあります。その時もねスネールを食べて、メダカさんが一匹もね食害されることなく、育っていきました。でこれが、細場のうなぎつかみですね。でこれが冒険気味に沈めたミソハギですね。ミソハギも今のところですねこの水中の中でも元気そうに育っていますね。はい、で手前にこの赤茶色いのがこのクロモですね。はい、ちょっとこのね色がこうね元気ない色なのかそういう色なのかちょっと分かってます。これはね広葉のエビもですね。はい、このね透明色のこの葉っぱが好きですね。幅広の、はい、変わったなかなかないやですねこういう水草ってね。はい、でね奥に見えてるのが半夏生なんですけど、これ今のところ1本立ち上がってるだけで、これも問題なく育ってる感じはしますね。はい、ニソハギのこれ水中用なのか何なのかちょっと分かんないですけどね、今のところ元気です。はい、これがですね柳もですね、結構ね千人もとよくは似ていたんですけど葉っぱの色がかなり違いますね。これが黄緑色の感じであるっていうことと、こちらの方がやはり千人もに比べると葉幅が結構狭くてですね、雰囲気だいぶ変わってきましたね。はい、千人もは千人もの美しさがあって、これはこれ手前にこれ広がってるのは広葉のヤギボで、このね可愛らしいこの繊細な葉っぱの、水草がタチモですね。タチモはこう着実に成長してるって感じですかね。あとね前回の動画では言ってなかったんですけど、この奥の方に羊草を植えてたんですよ。でこの一番奥に見えてるのがこのつぼみがですね羊草の花芽ですね。羊草の葉っぱがあんまりなんか確認できないんですけど、羊草も元気に育っているような感じですね。水中の姿でした。でこれらの水生植物なんですけど、土着園芸の直売店では全品種ね販売の方させていただいていますので、ちょっと気になる水草がある方は、皆さんぜひ買いに来てください。千人も広葉のエビも柳も黒も、ブリクサ、これが酢豚ですね。はい、
この水草も売ってます。で、これ以外の水草も大体のものはネットショップの方でもね、販売させていただいておりますのでね、はい。日本の水草でね、水中の水草育ててみたいなって方は、ぜひ、また、戸弱園芸にお立ち寄りいただければと思います。ということで、今日はですね、日本の水草18品種を、現在の様子をお送りさせていただきました。それでは皆さん、さようなら。